皆さんこんにちは、ガジェログです。いやー、ついに出ましたね。1年越しになりますか。サムスンの Galaxy Watch 6がついに発表されました。合わせまして6クラシックというモデルも発表されています。ではどんなスペックになっているのか、サムスン公式サイトの情報をもとにご一緒に見ていきましょう。というわけで本日も行ってみましょう。というわけで、まず最初に Galaxy Watch 6の方から一緒に見ていきたいと思います。早速、主な特徴が出てきました。今回のこの6は、このベゼル幅が非常に薄くなったということがまず特徴となっています。この CG を見るからにめちゃめちゃ薄いのがわかりますね。この部分が本当に驚愕縁になっていまして、ベゼルはかなり薄いというか細くなっています。そしてこのディスプレイは、ここの部分でこの数字の部分がね、一つ表示が止まっていますけど、いっぱいいっぱいまで来るんでしょうかね。この辺りも少し気になるところではあります。ちなみにディスプレイは以前のモデルに対しまして 20% ほど大きくなったということですね。またベゼルに関しましては最大 30% スリムになったということです。ということで、その数値から見てもベゼルが細くなったということで、より画面が大きくなった感じはするんじゃないかなと思います。そしてボディに関しましてもよりスリムなフォルムを採用しているということです。スタイリッシュと快適さが一体となったよりスリムでスマートなフォルム、時計の形から余分なものを取り除いたGalaxy Watch 6はより装着しやすいデザインに生まれ変わりました。シームレスなフィット感と時代を超越した円形デザインは非常に快適で、軽量ながらも様々な機能が搭載されていますということですね。確かに薄くなっているんですけど、このスクエアエッジな感じもありまして、本当にこうバランスがいいですよね。そしてさらにストラップの切り替え、つまり脱着に関しましてワンタッチで簡単になりましたよということですね。取り外しボタンを押すとウォッチストラップが簡単に外れます。ワークアウトスタイルから外出用のスタイルへの変更もたったワンタッチで完了。付け直すとカチッと音が鳴るストラップガイドがあるため位置合わせも簡単ですとあります。今ね、スマートウォッチ界隈では結構トレンドになってきているのかなと思います。よくありますクイックリリースタイプですね。ピンがありまして、例えば 20mm とか 22mm 幅のピンが多いんですが、クイックリリースタイプになって爪でちょっと引っ掛けながら外すとかね、そういった形になっているんですけども、今回この6から独自機構ということにはなってしまいますが、なかなか汎用性はなくなりますけどもね、専用のものであれば簡単になったということになります。個人的にはやっぱり脱着はしやすい方がいいに越したことはないなと思います。そしてこれはね、歴代のモデルから採用されているモデルもありますけど、ディスプレイはサファイアクリスタルガラスということで、硬さを表す高度の高いサファイアが採用されています。雨の日も晴れの日も準備万端、耐久性の非常に高いサファイアクリスタルガラスによって弾力性のある頑丈なウォッチディスプレイが実現しました。さらに IP68 の防水性能、また GoATM 規格にも準拠した丈夫さで、どんな環境でもあなたに寄り添いますと出ています。というわけで 50m 防水や防水防塵に対応しているということもね、しっかりここで出てきました。また充電の情報がここで出てきました。驚きの速さで充電完了とあります。1回のフル充電で最大40時間の使用が可能です。たった30分で最大 45% までスピーディーに充電できるので、野外に出かける時もベッドでくつろぐ前にもすぐに使える状態になりますと。使用時間に関しましては Wear OS を搭載しているということで、なかなかね、1週間2週間というそういったモデルではありませんけども、だいたいそうですね、30時間40時間というところがいいところになっています。しかしながらね、急速充電に対応しているということですね。30分で最大 45% までということです。そして搭載されていますプロセッサーの情報ですね、シリーズ最強のパワフルウォッチということです。安心してね、もうストレスなく使うことができるんじゃないかなと思います。そして今回のモデルね、結構歌われていましたけども、睡眠モニタリングがより精度が増しましたよとありました。良い一日は良い睡眠からということですね。抜粋しますけども、Galaxy Watch 6をつけて寝れば夜間の睡眠ステージ、睡眠スコア、睡眠継続性をモニタリングして睡眠の改善につなげることができます。さらにスマートウォッチから直接睡眠測定機能にアクセスできるようになったため、ウォッチをタップするだけでヒントを確認することができますと
いうことですね。睡眠測定の結果ね、こういったグラフで表示されるモデルもスマートバンドですらありますけども、これがね、初めてこういった風にウォッチ上でグラフなどを確認できるようなのであれば、なかなか嬉しい機能が搭載されました。加えてヘルスケア関連になりますが、BIA で体の中も外も把握ということですね。Galaxy Watch 6に搭載された生体インピーダンス法センサーでは、いつでも好きな時に体のデータを収集することができます。いわゆる体組成計みたいなね、そういった機能がウォッチを使って測定することができる機能が搭載されています。この辺も他のスマートウォッチに対しまして一つ抜けている機能となっています。そしてエクササイズの情報になってきます。エクササイズトラッキングでフィットネスをモニタリングとありますけども、身体目標を達成したり、あらゆる進捗を確認することができます。90以上のワークアウトをトラッキングしましょうということですね。90種類以上ということで、なかなか種類っていうのは多いんじゃないかなと思います。そしてスマートウォッチから Galaxy Z Flip 5の写真をリモート撮影ということで、これはですね、専用の組み合わせになるかと思いますが、シャッターを切る機能も搭載されています。また様々なカスタマイズもできますよとありますね。ウォッチストラップは多種多様、様々なスタイルや素材から好きなものをお選びください。またコンプリケーション、デザイン、さらにはペットの写真を使ってウォッチフェイスをカスタマイズすることができますということですね。先ほどワンタップでバンドを交換できますよとありましたけども、パッと見の感じでは最近はこういうナイロンバンドのものやこういう穴開きタイプのものですね、この辺通気性がいいと思いますので蒸れにくいということで、この辺が個人的な気になりますね。そして文字盤も結構バリエーションが多いというか凝ったものが多いんじゃないかなと思います。というわけでね、今回発表されました Galaxy Watch 6、また Watch 6 Classic というね、上位モデルも出ているんですけども、こちらの詳しいスペックの方を比較しながら見ていきたいと思います。さらに Watch 4、Watch 5 Pro というね、以前のモデルも同時に比較されていますけども、この辺も見ながら見ていきたいと思います。まずディスプレイになりますけども、採用されていますのがサファイアクリスタルガラスということで、上位モデルのクラシックも同じくサファイアクリスタルガラスになっています。そして急速充電にそれぞれ対応していますし、また赤外線温度センサーですね、こういったものもしっかり入っています。また素材ですね、無印の6に関しましてはアーマーアルミということです。クラシックのモデルはステンレススチールということで、より高級の素材が使われています。バッテリー容量ですが、無印はサイズによりますけど最大で 425mAh となっています。加えて違うところを見ていきますとサイズ、そして重さになりますね。クラシックはさすがにステンレススチール使っているということで、小さいものは 52g、 そして上のね、先ほどの大きいものに関しましては 59g と結構重い感じになってますね。ではざっとですけど、その上位モデルであります Watch 6 クラシックですね、主な特徴を見ていきたいと思います。まずこの外観ですけども、めちゃめちゃ高級感がありますね。ステンレススチールのボディがよく作り込みが本当によくされてるんじゃないかなと思います。そして大画面で生産性アップということで大きくなったのがわかるんじゃないかなと思います。そして直感的な回転操作で思い出作りということで、ここのベゼルがね、回転するようになっています。そして操作が可能になっています。また最高の記録を達成するためにワークアウトをトラッキングしましょう。加えて先ほどの睡眠モニタリングに関しましてもね、しっかり搭載されています。またバリエーションも当然ながらしっかりたくさんあります。ということで、スクリーンは大きく、ベゼルは薄くということで、このベゼル幅はかなり薄くなりまして、しかもディスプレイは大きくなっているということですね。そのアニメーションで今表していますけども、いかがでしょうか。こんな感じで大きくなりましたよとね、アニメーションで出ていますけど、確かに大きいですね。そしてさらにクイックリリースタイプでね、ワンタップで脱着ができるようになっています。でその他ね、 CPU に関しましても6無印と同様のものが入っています。そしてストラップやウォッチフェイスを変えた時のバリエーションがこんな感じですよと出ていますね。やっぱりさっきの無印のものよりもパッと見の印象としてはより高級感がありますし、このやっぱりステンレスボディが効いてるなというのをよくわかりますね。他のメーカーと比べてもちょっと高めの印象はありますね。もうこの辺だと思えば10万円以上しそうだなという、そういったようなイメージはあります。そして文字盤もね、いろんなバリエーションがありまして、よく作り込みがされてますね。ちなみに詳細のスペックを見てみますと、
位置情報に関しましてですね、4つの衛星測位に対応しています。アメリカの GPS やグロナス、ベイド、またガリレオということになります。日本のね、導きには対応していません。また NFC に対応しています。また Wi-Fi に関しましては 5GHz 帯もね、しっかり対応しているのがすごいですね。また Bluetooth は 5.3 となっています。そしてディスプレイはスーパーアモレット採用されています。解像度は 432×432 と非常に高精細なものとなっています。また CPU のクロック数は 1.4GHz のデュアルコアになっていて、そしてメモリーは 2GB、ストレージは 16GB となっています。というわけで今回サムスンから発表されました Galaxy Watch 6、そして Galaxy Watch 6 Classic ですね、ご紹介しましたけれどもいかがだったでしょうか。大きく変わったところとしましては、まず睡眠モニタリングの精度が上がってウォッチ上で睡眠スコアが見れるということになっています。またベゼル幅がですねかなり狭くなって、さらにディスプレイが大きくなったということも一つね大きな特徴になっています。しかしながら見た目のデザインとかはほとんど変わりはありませんので、ブラッシュアップされていくっていう感じになってるんでしょうかね。フルモデルチェンジというわけではなくマイナーチェンジのような感じはしてしまいます。今のところですねお値段の方はまだ未定ということで分かりませんけども、また随時発表されていくものと思われます。というわけでね、気になった方は概要欄にリンク貼ってありますので、そちらの方から詳細の方をご覧いただければと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。